今回はここがワークスペースになるんですけど、家庭用の溶接機を使って、アイアンを生かした、机と椅子を作っていきます。机のイメージがこれで、椅子のイメージがこちらです。この足の脚部の部分が、全部アイアンで、天板の部分を、ウッドで、木材の方でやっていきます。始める前に注意しないといけないのは、この必ず革手と溶接面で、光を見ると目が痛くなるので絶対見ない方がいいです。こういうふうにまず点付けしていきます。点々で、この4箇所点付け終わったら今度裏返して同じように4箇所点付けしていきます。電気がつながった時点じゃないと、電気でこれアース、これを設置させて初めて溶接ができるようになります。これが外れてるといくらこういう状態です。何も起こらない。でこれを鉄同士だとこれが初めて溶接が始まるという感じです。どの遊びが欲しい。その天板やっぱ大きいや分厚いからある程度収縮するから、それをいなすための長穴、ビスがある程度の動きに対応するように、でも天板も外れてしまわんように、ビスでもんどくっていう。よし、これが直角かちょっと倒れるかだけで多分座り心地ってめっちゃ変わってくるはずです。この倒すこの切り
込んでここを倒したいんですけど、この切り込む角度がわからなかったんですけど、実際友達がね最近作った椅子をね見に行ってきたんです。そしたらここね30ミリ倒れたんですよ。でさっきこの現物合わせで、30ミリに合わせて測って、見るとこんだけ切り込めばいいっていうのが分かったんで、やっぱり現物合わせですね。いきますね。いきますよ。これは半自動って言われるもので、こうグッと握るとワイヤーが出てくるんですね。でこの本体の中に入ってるワイヤーがこのボタンを握ると回転して押し出されて、このキャブタイヤを通って、ここから出てくる、そんな仕組みになってます。で、熱を、バーッと高温の熱を放射しながら母材を溶かしつつ、この溶接ワイヤーが溶けていって、ハンダゴテ的な感じでくっついていくと、そんな仕組みです。このワイヤーがなくなるとこれを交換していくっていう感じですね。で、この半自動とこの溶接機がもう一つアーク溶接っていうのもできるんですけど、ここにトーチが刺すところがあるんですけども、ここをつけると、アーク溶接が可能になります。こういう溶接棒を挟んで使うタイプで、僕はアークよりこの半自動が圧倒的に楽なので、アークはほぼ使ってない状態です。あかんな、このラインがもう低い。でここが低くなって、またここやな、ここからこのラインからこのラインだね、ここやこのライン。
じゃあこの最後アジャスターを調整するんですけど、4点で、設置されてるんですけど、こう見るとね間が空いてるとこがあるんです。ここやね。間が空いてるところをネジ回して間をなくす。すると、カタカタしなくなるということですね。またちょっと戻してまたちょっと進んで、抵抗があった時にガーってやったらそこでぐるぐるっとネジが変わってもらうから、ネジの山変えずにちょっとずつ進んでいくみたいな。あ、出た。これは動かさないと。できたー。完成。せーの、よっ。むちゃくちゃええやん。これどうぞ。いいね。肘の位置もちょうどええわ。あそこも来てじゃないですか。背もたれもちょうどやわ。よし、キャスターつけてもいいぐらいやったな。